氷水で血を抜くと。卵をひっくり返してから沸いているところに卵を入れるとタイの卵ということで、春先は多くの魚が子を持つ時期でもありますので、お魚さばいていると卵が出てきて、どうしたらいいのかわからないなんてこともあるかと思うので、さっくりとね卵の食べ方を紹介しようかと思います。卵ってね、血管にね血が入っている場合が多いので、血管に櫛でも何でもいいんですけど針を打って血を掃除してから、料理しますと。卵ってもちろんね内臓の一部ですし、意外と匂いの強い魚種も多いので、血の処理は、しっかりしてから料理するようにしてくださいと。さっくりと、血管にね穴を開けてある程度血をかき出しましたら、今度はボウルにね薄めの塩水を作りまして、そこに氷を入れて、この卵を30分ほど氷塩水に漬け込みますと。でカラスミの場合はね氷水に一晩つけて先に血を抜いてという形にしているんですけれど、タイの卵だとかさっくりと食べる場合はそこまでね手間をかけていられないということで、塩水でね臭みを抜くと同時に氷水で血を抜くと。どんなに鮮度の良い魚であっても、こういったね卵にもみっしり血が回ってしまっているようなものもあるので、こういったね卵はね血も抜けないですし臭みも出やすいので、これね食べる時は自己責任でと。30分ほど経ちまして、こういった感じでね大方血が抜けましたら、一度ざるにあげますと。ざるにあげましたらこれね、あとは卵を適当な大きさに切って茹でるだけと。そのまま火を入れても良いんですけれど、我々がねよくやるのは、これ今卵が表を向いてるんですけれど、膜を内側に入れるっていうのかな。卵をひっくり返してから火を入れると全体に花が咲いたような、この卵の皮というのは熱で縮んでいくので、それをね、こういった形で内側に裏返すことで内側から縮んで卵全体がねふわっと広がって見栄えが良くなるということで、ちょっとした手間をかけて、少しでも見栄え良くしましょうと。でこれ裏返し方はね簡単で、この端から折り込むように、返していくとこの卵の内側が表に出てくると。卵同士というのは意外とねくっつき合っていて、そこまでねばらけるようなものでもないと。力を入れてやっても大丈夫な作業ではありますかね。卵を裏返しましたら一度ね湯に通しますと。臭みを抜くために一度ね湯に落とすんですけれど、沸いてるところに落とすと卵がどんどん崩れていってしまうので、沸騰直前でね火を止めて、そこに卵を落とすようにしてくださいと。全体にね卵の色が変わってワシャワシャっと花が咲いたような見た目になったら湯からあげますと。ここから味を入れていくんですけれど、味付けはねこちらはかつおだしですね。しっかりめにひいたかつおだしに、こちらはお酒ですね。あと好みでみりんを加えていただいて、そこに薄口醤油を加えて味を整えると。加えても加えなくてもいいんですけれど、魚卵ってね僕はね結構臭みが強く感じるので、生姜をね少し入れて、一度この煮汁を沸かしますと。煮汁が沸いたら一度火を止めて温度をちょっとだけ下げて、そこに卵を投入しますと。これね沸いているところに卵を入れると卵が踊って、この周りがねボロボロっと
崩れ出すので、必ずね沸かさないように炊くと。卵を入れたらごくごく弱火にかけて、このまま10分から20分程度火を入れて味を含ませますと。これね1個取り出してみますと、卵の外側の皮が内側でクシュクシュっと縮むことによって花が咲いたような見た目になるので、先ほど卵を裏返してから火を入れたわけなんですけれど、もし手間だったらねそのまま煮てしまってもいいのかなと。炊いている途中でもしアクが出るようであれば、こまめにアクはすくってゆっくりゆっくり火を入れていくと。15分ほど経ちまして、こういった形でしっかりと火が入りましたら火を止めて、このまま、1時間程度煮汁が冷めるまで、味を含ませると。十分に冷めて味が入りましたら、あとは盛り付けて食べるだけですと。今回は冷たいまま盛り付けてしまうんですけれど、もしね寒い日なんかはこれを再び温めてからお出汁と一緒に盛り付けても美味しいのかなと思いますので、お好みで、温度を調節してくださいと。このまま食べても良いんですけれど、生姜の風味と一緒に食べるのが、僕はね美味しく感じますかね。生姜だけでも良いとは思うんですけれど、これねどうしても生姜だけだと色味が寂しいと。そんな時はね、こんな感じで青ネギをちょっと細かく刻みまして、色味を添えても良いのかなと思いますかね。ということで本日は、タイの卵を煮たんですけれど、魚の卵ね全般同じように食べること可能ですので、興味があったら試してみてくださいませと。本日の動画は以上でございます。